はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。10月15日が新月であり日食なので、この日食から大事だよっていう前回のね3ヶ月分の星メッセでお話ししたので、もう少し細かくこの2週間に絞って見てみたいと思います。そしてカペラノートをご予約いただいた皆さんありがとうございます。こちらは11月の頭から順次発送していきますので、到着までもう少々お待ちください。10月20日までに先行予約いただいた皆さんには特典として、ターラの鑑定が当たるかもっていう特典がついています。もう抽選方法は至ってシンプルで、このノートをお送りするときに中に当たりくじが入っていたら当たりです。もう別にこう鑑定いらないですという方はそれ別の方にプレゼントしていただいても構いませんので、そして、ご連絡いただいてから Zoom でお話ししたいと思います。ということでご興味ある方はぜひ早めのご予約をお待ちしております。では行きましょう。10月後半の獅子座さんです。お願いします。はい、じゃあ一緒で見てみましょう。はい、ペンタクス4、とワールドの逆とペンタクス9、とカップの2の逆とタワー、そしてワンドナイト、お月さんですね。気をつけることや対策はソードの8とカップ10とオラクルが、はい、恋人たちの逆ですね。なんかいい意味で感性が刺激されそうな2週間だなって思いました。もともとこの2週間10月のね15日からっていうのは自分のその好奇心がこう刺激されたりとか、アイデアとか考えとかに何かこういい情報が入ってくるので、よく言うと面白いなんか動画を見つけたり SNS を見つけてすごい刺激を受けるっていうこともありますし、誰かから何かを言われることによってこうちょっとショックを受けるってこともあるかもしれませんが、でもそれは全く引きずらないんです。それはそのいろんな情報が入ってくることによって刺激を受けて、何かが自分の中にいらないものは捨てて新しいものが芽生えて、そしてまた次につながっていくっていう、そういうサイクルなので、どちらかというと本当に新しい体験ができるのかなっていう感じがありますね。でちょっと細かく見ていきますが、ちょっと待っててる時に思ったのは、前もね確か3ヶ月分のタロットの時にこう何かを手放したくないとか失いたくないとかっていう思いがあったのかなと思うんですけど、それ今も若干あるのかなっていう感じがありますね。やはり何か大事なものを守っていかなくちゃみたいな、そういう感じだけど、なんか必要があって起こってるんだよみたいな、そんなメッセージも感じまして、というのは自分にとってはこれが大事って、これをなくしたくないと思っていたとしても、やはり時とともにこう全てのものっていうのはこう進化して変化していくものだとしたら、それ今この瞬間はそれが大事で OK だけど、その明日は違うかもしれないし、1週間後は違うかもしれないし、来年は違うかもしれないしっていうところで、そんなにその先のことまで心配して絶対にこれを保っていかなくちゃっていうふうには思わなくていいんですよっていうふうに言われてると思ったんです。でここまでやはり獅子座の皆さんなんだかんだで仕事のチャンスとか自分が生きていく世界っていうものを応援されてる感じがすごくあったので、なくしたくないとかこれを絶対に失敗したくないみたいな思いがあるかもしれませんが、必要があって起こることをただ自分は受け入れるだけでいいんだよみたいな感じです。でこれはもしかしたらその精神的な気づきとして、その誰かに言われた言葉ではーっと気づくみたいな、そうだったのみたいな気づいてからやる気になるみたいなね、そういうなんかいい本当に刺激が来るんだなっていう感じがしました。なんか頭の中にいい刺激が来るっていう感じがしました。でもしかしたら中にはそのことによって、予定していたことが変わる、予定していた通りにはいかない、ちょっと予定変更っていうこともあるかもしれませんが、でもそれはそれで結果としていいんです。そこで
変な、妄想を抱かないでほしいというかね、なんかこんなことになったのは何々がいけなかったのかなとか、何かねこう結びつけて考えたくなるかもしれないんですが、全然そうではなく、基本的にこの2週間というのは初めてのことを楽しんでほしいみたいなメッセージだと思ったんですね。このラバーズっていうのは未経験だけどなんかワクワクすることとかで、あまり経験値がないからこそちょっとびっくりするとか迷うとかっていうこともあるかもしれませんが、初めてだからこそ失敗したっていいじゃないっていう感じで、この2週間は勘違いされたっていいじゃないとか、別に誤解を受けたっていいじゃないって、それが後でちゃんと分かり合えるんだからっていう感覚で言ってください。実際今人間関係悪くないんですよね。カップの2も出ていて、ちゃんと分かり合える、ちゃんと人と感情をシェアできますよっていうカードも出てますので、いい意味でねつながったりするんだと思います。でそうなるとよくね恋愛とかでもそうだと思いますけど、こう好きになればなるほどなんかちょっとした一言に傷つくとかね、心配になるっていうのはあると思いますが、そういうのも超えていきながら本当の、自分たちのいい形っていうのを作っていくので、今獅子座の皆さんはそれが起こってる感じがしたんですね。これはビジネスにおいても、ご自身の在り方においても、お金のことにしても、いろんな精神的なことにおいても、全てのことにおいて何か自分の中で守っていきたいがゆえに恐れていることに直視するみたいな、そういう刺激が来て、あそうなのとかびっくりしたりめちゃくちゃ嬉しかったりっていう、そういういろんな感情の起伏を感じた上で、でもやっぱりこうですよねとか、こうだよね、こうしたいよねっていうのがはっきりして、そこに向かっていくんですよって。でそれがまた本当に大丈夫かななんて心配する必要もないですよっていう感じがしました。要するになんか物事って自分の意識がその出来事をどのように捉えてるかだけで感じ方って全く違うじゃないですか。いつかの動画で説明したと思うんですけど、自分がすごく高いところにいてなんか景色を見渡した時に、すごく気持ちいい、こんな景色のいいところでって思うのか、いやこんな高いところで怖いと思うのかの違いで、この2週間の中でもそういういわゆるポジティブな見解とネガティブな見解っていうのがあって、ネガティブな方に捉えておく方が自分は安心なんじゃないかってもしかしたら思ってるかもしれないけど、そこも超えていくっていうね、そしたらその奥にもっともっともっと安心感があるっていう感じがするんですよ。なくしたくないって思ってるけど、なくしちゃう後の方がもっと安心感があるみたいなね、なんかそんな感じ。でも決して何か失われるとか削ぎ落とされるとかっていうことではなく、今後の獅子座の皆さんに必要な気づきが起こるだけなので、それは楽しみにしてください。どんな必要な気づきが起こるのかちょっと見てみましょうか。何かね予定変更になったら、それはそれでそうなんだって思ってもらったらいいと思います。ビジネスにおいて予定してたお仕事の話が少し変化するかもしれませんね。思ってたこういう話の予定だったけど、その話がなかなか進まないとかもあるかもしれないし、言ってたのと少し違うなっていうのもあるかもしれないし、実際のところその条件になったのであれば、それは私にとってどうなんだろうみたいな気持ちにもなったりとかして、でもそうやって何かの変化のね兆しが来るっていうのはいいことだと思っていてください。その外側でどんな刺激が来ようとも、それは本当の自分の気持ちや在り方をただあぶり出してるだけだと思ってもらったら、別によりねいろんなものが削ぎ落とされていい形になるので、一番言われているのは、この2週間で新しいこと、未経験のことを経験していろんな刺激を受けてくださいねっていうのが一番のメッセージだと思いました。もう1枚だけちょっとオラクル見てみようかな。ドキドキみたいな感じかもしれませんね。カップのページなので、やはり何か生まれてきそうですよ。また出てきましたね。ここでもカップの2が、とても人間関係やっぱりいいです。情報のやり取りもとてもいいです。なのでぜひその感覚をねなくさないように楽しんでください。どうしよう、迷惑かけたらどうしようとか、なんか変なこと言っちゃったらどうしようとか気にせずに楽しんでやってください。はい、ということで今回はここまでにしておきます。次回また11月のものを後半末ぐらいから11月頭にアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。